皆さんこんにちは。花盛りの君たちへ、芦屋瑞希役山根彩です。皆さんこんにちは、佐野泉役八代拓です。皆さんこんにちは、中津修一役戸谷菊之助です。テレビアニメ花盛りの君たちへの第12話のアフレコが先ほど終わりました。お疲れ様でございました。アフレコの感想や本編の見どころ、アフレコアフタートークとしてお届けしております。はい今回は第12回目になりますが、第8回目以来の3人での収録、3回目でございます。ちょいはいはい。久しぶり。はい、超久しぶりですね。久しぶりですね。はい、そして今回がワンクール目の最後のお回ー、最終回となりますが、お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしたか？やっという間、でもなんかまずは今日も楽しかったね。いやー楽しかったですなんかね。笑いまくった。もう今日は笑い面白かったですね。毎度やっぱりこの花盛りの収録は、はいまあ笑いも絶えないし、はい。なんかそれぞれの面白どころとか、そうですよね。ちゃんとありますよねそうキュンキュンキュンする場所とか。今日は私すっごいもう楽しみにしていたんです。佐野のこいつをそばに置いておきたいのは俺の方だ、はいと最後のですよ。最後ね一番最後のうん教えない。いやもうあれ超良かった。ちょっとさすがにドキドキしましたよね。もう終わっしましたた後もテストの本番も戸谷くんがもうニヤーそう、なぜか一番戸谷くんがキュンキュンしてるんですよ。戸谷くんが一番キュンキュンしてるんですよ。いつもいやなんかね、佐野のちょっとなんかいたずらな感じが、ちょっとでも確かに初めてあんなはいトーンだったかもしれん。そのもし意外かしたらのギャップでちょっとやられてました。あとなんかこれまでも、はいこうさっきの仕返しみたいな感じでこううんギュッてやったりとか、はいはいあそことかもあったじゃないですか。なああそこをちょっとこうわあめっちゃ可愛いって思ってたんですけど、うん今回はもう MVP でございます。そう。いやいやいやあもう MVP じゃあ MVP は MVP かも我々のクラスですから。西確かに我々のクラスですから。そうかそうかそうでした。はい西がはい、ねえ MVP を取りましてあり、ました。あと2000メートルリレーっていうのがあーその話ね突っかかったとかあーその話しましたね。うん長くね。 2000メートルを。そう2キロですよだって。うんで4人で走るんでうんうん一人500メートルっていう500ってね、高校生がこうマイルリレーを超えるうん長さを走るっていうのが、結構それぐらいの距離ってさ、はいまあ多分短距離にギリギリ属していい、まあうん中距離ではないだろうけど、いやそうっすよね800とかですもんね。 800とかになっちゃうから中距離は確かにギリギ多リの分全力で走るはずなのよ。うわ500ってはいペース配分とかじゃなくて、確かにもう本当に入って最後もうきついかもみたいなもう感じじゃないですか。一番しんどいようんね。しんどそうなその辛さもあったのか、はい難波先輩のう頼んだぞ足だんあね、あそこめっちゃ良くてよかった。めっ熱ちゃいと思ってあもうスポー足ツアニメ見てるのかっていうぐらいね熱かったです確かに芦屋の言い方がもうはぁうん生先輩ってね思ってすごい伝わってきました梅原さんからも。足屋がすごいとにかく足屋め水ちゃくちゃすごくないですか？足すごすぎ速すぎる。足なんか速すぎる小柄なのに持久力ありすぎて、うんうんすすごい。ごいですよね。体力お化けですよね。いや本当に前走った時もなんか抜いて優勝してて、うんうんなんかだいたいなんか水木が何とかしてくれるんだみたいな走りに関しては、ね確かに走りに関してはやっぱり、中津もめっちゃ速いけど、けれどもけどもう難波先輩が代わりにうん代打で頑張ってくれました。うんあとあそこも良かったですね。こうちゃんと伝えてこようと思うみたいな。ああね、結婚式に花をあげられるくらいっていうところも良かったですし、ねはい、前ちょっと回からねあと天王先輩がずっと面白いっていうちょっと面白すいやおぎませんか？もろいね。ちょっとてかなんかそのまあ神楽坂といい、あー天王寺といい、はいなんかああいうなんだろうな、うんうんうんテンション感というか、ポジショニングというか、確かにちょっとなんて言ったらいいか何が正しいかわかんないですけど、敵対してるそうそうそう関係ではありつつも、うんちゃんと正々堂々いてくれそうなんる感じ。ですよねなんだうんいいやつだみたいな、そううん、ってなるとやっぱ出てくるとやっぱ嬉しくなるし、そうですね水中さん演じるね水中さん面白すぎますねちょっと声がでかいあと確かにめっちゃいる声大きい。いる近くにいる目の前にだからその難波とさ目の前で喋った時にそのなんかもう声量とか圧とかもうそうそうもう50メートルぐらい先の人に言ってるんじゃないかとねいいですよ差がすごいすごいですよねでも難波先輩やっぱいつもクールなんで面白い本当にあと中尾くんの今日うんのぶとい声が聞けてめっちゃあね嬉しかったです。あれすんだこらみたいうんな。やっぱ顔は良くないねやっぱそうですね。顔やっぱ本当美少女に良くないの顔に顔は良くないねうんそらなるよしてくれてんだみたいあれめっちゃ良かったっすな。もう本当にもうでいつか門馬の確かにオスも聞きたいけいつども聞き確かにたいうん聞きたいですよ。そういうシリーズもあっていいかもしれないはいけどねめっちゃ笑ったそんな今日もいやー九条先輩九条もはい。う謎にちょっと僕めっちゃつぼったところがあって、はい
リテイクあったじゃないですか。あで九条先輩のうん君いい足してるねっていうところ、うんうち九条先輩のテイク求めてなかったけど宇木さんがマイクに向かっ行った方がいいのかなていやあれ実は直前に俺たまたま隣に座ってたんだけど純也くんがなんかこれ俺もこれ俺もみたいなで俺はいいんじゃないあ多分これ確かに二人でって言ってました中津がねうんその中津と喋ってるじゃん。そうで中津は大丈夫って言われてたから、うんで九条は何も言わなかった。そうそうだからまあ多分あんた言ってもしょうがないしじゃあ2人でっておっしゃってたんですよ。うんうんで2人で行きましょうみたいなあ言ってたんだ言ってました。じゃあじゃあ本当にうんダメじゃん。そうでも僕榎木さん言ったからなんかで豊君もなんか行った方がいいのかなみたいなそうなるよねなってたけど、うんなんか結果終わったら榎木さんこれ言いたかっただけなのかな。いや彼の中では本当に迷ってたよ。なんかそうなんだなんか多分本当に迷ってたんじゃないかな。でもなんかちゃんと本線と同じようにねっとり言ってたから分かるしっとりしっとり。あのセリフもいいよね。あのセリフもめっちゃ面白かった。いいキャラばっかり。うん本当確かににまあなんかひとまずその第1クールはいがうん終わったっていうのもあってさ、はい振り返ってみても本いや当面白いキャラクターばっかりで。名場面集作りたいですよ。ね名ゼリフ集というか、うんうんセリフ集作りたいですよね。作りたいやっぱり最初の杖風待って初手それいやそれですよこれですよも杖風花盛りにといえば始まり嘘うな先生のソチャですがあこちらーバッカ国でねバッカ国でねうんいいねとあともう一体どこまで好きにさせたら気が済むんだよ。あーいいねうわーいいねとかあ最高とそのなんか中津のうんあれ集作ってほしい。そのなんかシーン変わり前のそのなんかなんとかなんや時間経過みたいな。あ確れかにめっちゃ多かった。そうめっちゃ多いよ切りね。替わりで使われること、ね今日もおはようさんってあそうあれでもね確かに助かるんだよ助かりますよ切りね替えがね、うん海やもう海やもう海行った時海やもねは海やは絶対中津がありがとうご盛り上ざいますげてくれるんで、ね導入とあと締めのそうね。誰々許せへんねみたいなやつからもでもなんか本当にこう現場の花盛りの現場の雰囲気がどんどんやっぱりなんかこうなんか色づいていってるというようなまあ今ねちょうどその文化祭のっていうのもあっそうですねて人も多くってうん今日すごい多かったですね。多かったよね。うんでもなんかすごく本当になんだろうんうなんかクラスの休憩時間本当にクラスの休み時間みたいわなかります音が聞こえるというか、うんみんながこうそれぞれで喋ってたりなうんんうんなんか結構同じ話題でみんなで盛り上が喋っりとかったたりとかなんか確かに本当になんかいい雰囲気にすごいこの12話を通してうんなりましたよなんかなったなとね。思ってうん楽しいですよね学校にいるみたいです。うん毎週毎週。福山さんもいつも言うもん本当に楽しみにしてんだ俺ってうわ嬉しくてすごい嬉しく嬉てしいです先生もありがたいですね。とってもさあそんな12話終わりましてですね。はいはい第2期うんうん2クール目がねえスタートいたします。おめでとうございます嬉しめちゃくちゃ嬉しいですそ。れはもうだってここではうん終われないですいや終われない本当ですよはいここからですよ。やっと気づいたんだからやっと12話かかりましたここまで来いる。やだいぶかかりましたここまでね来るまでにまだ近づ12話ききってもないですから、いやそうよ本当うんに実はそうですね。そうなのよ確かにここから佐野がどう動くか、そして中津のねああそうそうなんです。こっから気持ちがどうなるの演じたいところもかいっぱいあってりますいうところも楽しみなところたっぷりでございますし、うんはい、これからも見どころたくさんそうですねありますので、はいうん第2期もぜひ楽しみにしていてください。はいよろしくお願いしますはいお願いしはい、というところで、第12話のアフレコアフタートーク、今回の担当は芦屋瑞希役山根彩と佐野泉役八代拓人中津修一役戸谷菊之助の3人でお送りいたしました。全12回のアフタートーク楽しんでいただけましたでしょうか。またお会いできる機会を楽しみにしてます。バイバーイ